こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。猪狩周平です。準メンバーゆうじです。準メンバー足剛です。今日はですね、なんとマン・ウィズ・ア・ミッションのギターボーカルのじゃんけんジョニーさんと対談が決まりました。すごい。これすごいで。で、俺ちょっとこの動画、マン・ウィズ・ア・ミッションの正体暴いてみたみたいな感じにしたいねやんか。なかなかすごいことを考えてる。でじゃんけんジョニーさんには、質問とか対談によっていろんな中身の正体を暴いていこうみたいな体でお願いしてんねんけど、じゃあはい今日ありがとうございましたって終わったら、マジで一回仮面ひっぺがそうかな。仮面言ってます。仮面ではない。分からん。顔やからまだ分からんよ。そこがちょっと謎やから、ちょっと物理的にほんまに正体を暴けるのか、カットがかかってから最後行きたいと思ってますので、はい、乞うご期待ください。はい、ありがとうございます。とりあえず普通の対談させていただきます。はい。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい、猪狩周平です。準メンバーゆうじです。メンバー足剛です。マン・ウィズ・ミッションのじゃんけんジョニーです。いやー、ありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございじます。ゃんけんジョニーさんが来てくれましたよ。いただきました。もうみんな出たがってるよ、この番組。嘘や。みんな出たがってる。もうほんまですか。水曜日のダウンタウンかこれかっつって。今回もう人気すごいから今。見たことあるんですか。ありますあります。何ですか。やっぱ一番最初に立ち上げた時に、はい、なんか始めるらしいじゃんっていうことで見て、ちょっとやたら熱いこと言ってるなこの人。何でしたっけ。そうですね、ちょっとそのカルチャーを音楽のカルチャーを伝えたいとかね、なんか広めるみたいな。でもめっちゃいいこと言うじゃんと思います。はい、だけど最近見たらやりたい放題やってる。カルチャーどこ行ったと思いながらね、ドッキリとかやっちゃってます。ドッキリやってるから、完全に言ってることとやってることがおかしいチャンネルになってます。いやでもめちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。ありがとうございます。呼んでいただいて。マン・ウィズ・ア・ミッションもだって YouTube 結構やってるっすけど、やってるっすやってるっす。かなりふざけてますもんね。そうだね。そうだね。もともとさ、俺らライブの合間にさ、必ずその動画みたいな流しなんか。しょうもないやつね。そうそう、しょうもないやつ。なんてこと言うの。ちょっとあんまりそういうとこで真面目な音楽の話とかも全然してないっぽいんで、さすがに YouTube とかでしないね、本当に。そうだから今日は逆にそういう話もちょっ真面目なやつ。あ、本当に？はい、真面目なやつなんですか？真面目なやつも含めつつ。ありがとうございます。なんかそんな機会をね設けていただいて。そうなんですよ。今日は俺が考えてきた質問と、視聴者の人から事前に質問を受け付けてますんで。あ、もう取ってあるんだ。はい。それを両方ちょっと聞いていきたいなと。わかりました。思ってます。はい。基本的なことなんですけど、まずその設定を教えてくれます？設定とかじゃねえから。設定とかじゃねえの。そうですね。そのなんかどういう人なのかっていうのがちょっとわからないんですよ。もうそもそも論ね。そもそもなんかもう台湾で出会ってるんで、そのマン・ウィズの売り方とかちょっとわからなくて。売り方っていうのはあんまりなんか画策してるみたいになるからやめなさい。それが分かってないんですけど、どういう存在なんですか？そうね、僕らは1998年にあるちょっと頭のおかしな科学者がいて、でその人が作った究極の生命体5匹ね。それがマン・ウィズ・ミッション。究極の生命体か。そう、究極の生命体。頭が狼で体は人間、っていう究極の生命体5匹からなる、チームだったんだけれども、最初のうちは音楽と全く関係ない、もう悪いことばっかりやってたんですよ。あ、そうなんですか。いろんなことをね。でそれでちょっとそのなんかもう聞くのめんどくさくない？やめろ、ここバッサリ言ってたらマジで怒るぞ。じゃあバンドやろうぜってことで、なぜか日本を選んだってこと。なんで5人ともじゃなくて1人だけが喋れる設定にしたんですか？設定っていうの。そうね、僕だけがその会話とかインタビューとかしてるんですけど、もちろんね全員言語は理解してるんですけれども、あれだね、風通しよくするためだね多分ね。で普通のバンドもそうじゃん。なんだかんだ言ってプロモーションやってるさメンバーって1人だったりするじゃん。大体まずじゃあ今日とかもなんですけど、ここに来るっていう段階でかぶんのか、それとも家からかぶってくるのか、それはどっちなんですか？まずやめようか。かぶるとか。
やめようか。それだって家からかぶってきたらなかなか変な感じになっちゃうじゃないですか、うん、やっぱり現場でかぶるのか変身するのか、なるほど、はい、まずやめようか。かぶるとか変身とか、それ俺も11年間これやってるから、これね、はい、この状態でやってるから、これ、はい、この状態、普通の状態ですよ、普通の状態。これでやってるから、普通の状態ですよ。何かよ。普通の状態でやってるから、それかぶるとか変身とかそういうワードはめっちゃ反射神経いいから。ずっとこれで。もちろんはい。自宅からここに来るまで。あ、自宅も。もちろん。でも寝るときさすがに撮るでしょ。撮らないから。撮るってわからない。ちょっと日本語で。撮るってわからない。普通の話聞いていいですか。普通の話。これは俺がすごく興味のある話です。はいはいはい。じゃあ海外ツアーのこと聞きたくて。海外、はい。海外ツアーとこの日本ではどっちが表になるんですか。表っていうのは自分たちの活動としてってこと。いやもう普通に女性に。女性にモテるかどうか。やっぱちょっと海外の金髪美女とか憧れあるじゃないですか。それはあるね、やっぱりね。そういうところにやっぱモテるんですか。でもなんだろうね、やっぱり俺らさ、その日本にいるバンドからするとさ、海外に行くってことがすごいなんか大層なことだと感じることもあるかもしれないけど、やっぱその会場に来てる人って逆に言うと日本のバンドがガイタレさんだったりするんだよね。はい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 、だからやっぱ来てくれることに対してものすごい興奮してる感じもあって、女性とかがそのキャーキャー言ってる具合というのがなかなかの熱量だったりもする。うわーってくるんですか。もうキャーってくるんですかっていうのはあるかもしれないね。かなりアピールもすごいしね、アメリカツアー行った時なんかおっぱいとかにサインさせられたもんですよ。めちゃウッドストックの時代かさあったあったすごいな。何その場でもうなんかおっぱい出されて、そこにここに書いてみたいな。1日後に消えてんだろそいつ。そのちょっと女の子の話になるんですけど、女の子の話、人間の女の人が好きなんですか、それかそのこれの女版っていうのが世界に存在するんですか。メスね。メスね。まあこれの女性版見たことないし、正直興味はないかな。俺の女性版にはあんまり興味はない。やっぱ頭はね狼でも体は人間だから。あ、そうか。そうまあ相性という意味ではね、確実に人間の方がいいでしょうし。なるほど、そうか、そこは普通に人間なんですね。でもここからしたら人間だから。あ、そうかそうか。そうだから普通に勃起とかもするってことですね。する曲の話も聞きたいんですけど。楽曲の話すごいな。することないでしょ。だってまあなんかね、そのテレビ番組でもあんましないしね。そう結構なんか俺マンウィズってめちゃくちゃ難解な音楽やってるじゃないですか。あ、本当ですか。すごい難しいし、すごいハイクオリティなことやってるのに音楽のこと誰も語らないじゃないですか。そこちょっとやっぱ聞きたいですよね。確かにね、温泉地とかだとね、その話したりもするけど、やっぱさテレビとかさ、もう YouTube もそうなんだけどさ、これを見てさ音楽の話はしないでしょ。いやでもほんま聞いてみたらめちゃくちゃクオリティすごいから。ありがとうございます。ほんまにじゃんけんさんが書いてるんですもんね。楽曲半々ですね。僕と神風ボーイが大体その楽曲の元みたいのを。神風ボーイって誰ですか。ベースです、ベース。ああ、そっか、難しい言い方になるけどやっぱメンバーの名前ちゃんと覚えてねえんだな。そうっすね、確かにメンバーの名前としてはちょっと覚えれてない。そういうことですね。なんか相性みたいなのがあるんだろうね。そうなんですよ。僕ボーカルの方もベースの方も勝手に違うニックネームで呼んでるんですよ。なるほどね。僕とベースが大体楽曲のその根幹みたいのを作ってね、まあ詩とかは大体自分がやってますけれども、神風の楽曲だと結構英語の歌詞が多かったりする時は根っこのストーリーは考えるけど実際詩にする時はちょっと任せます。ギターとかベース以外にもいろんな音入ってくるじゃないですか。シーケンスなんだかんだ対応しますね、うちらは。あれは誰が作るんですか。基本的なアイディアは自分たちから出しますけど、やっぱ DTM かなり達者じゃないとその音色選びとかもあれなんで、特に今までの話で言うとうちの、もう一人のサポートギター ED ヴェダーさん。ED ヴェダーさんです。初めて聞いてるけど何々。 ED ヴェダーさんですね。 ED ヴェダーさん。ヴェダーさん、はい。
初めて聞いたな。パールジャムにエディ・ベダーっていうのがいますけれども、はいはい、まあ博士は多分それもじったんじゃないですかね。はい、めちゃくちゃ設定考えるの大変だったでしょう。設定じゃないけど、まあ博士は大変だったですね。じゃあエディ・ベーダーさんが、はいはい、そうですね、その DTM、DAW とか使ってなんかこっちの音色の方がいいんじゃないとか、あとは結構その飛び道具的な音色は僕らなんだかんだ言って自分たちだけじゃなくてアレンジャーとかプロデューサーも結構使うのが多くて、大島康介さんとか、はい、ワンズのなんかもともと鍵盤やってた人とか、あとブンブンサテライトの中野さんとか一緒にやってるんですね。そうだね、うん、なるほどなるほど。レコーディングは基本日本で。日本が多いね。なんか何曲かアメリカでやったこともありますけれども、はい、どっちが良かったですか？僕圧倒的に日本の方がいいと思う。なんでですか？なんだろう、その今の時代さ、そのなんだろう、生でねちゃんと撮るものだと、例えば LA に行った方が空気がどうのこうのって言い始めるやついるけど、そんな違うかみたいな感じでいや違うんでしょうよ、めちゃめちゃちゃんと聞くと。だけど今の時代結構データのやり取りとかでさ、やってるし、その逆にそれっぽい現代っぽい音ってなるとそっちの方が良かったりもするしね、なんかあまりにもアメリカで撮ることにこだわる人たちもたまにいますけれども、それはケースバイケースなんじゃないのって。なるほどなるほど。圧倒的にやっぱ日本人のそういう作業する人、エンジニアとかってやっぱ勤勉なのよ、ものすごくしっかりしてる、たまにいるからね、海外のエンジニアさんとかマジで仕事する気あるのかなありますよね、お昼ご飯食べに行くって言って45時間帰ってこないとか、全然あるからまあでもまあそれも人かな、それも。なるほどなるほど。っていうか真面目な話めちゃめちゃ喋ってくれるじゃないですか。すごい口が流暢にも本当は話したかったんですね。いやまあ結構ねこういう話すると、好きだからね、熱くなるとこあるけど意外な一面じゃないですか、逆にこれも。あれはどうなってるんですか？年齢我々の、製造されたのがずいぶん昔の話なのでもうちょっと忘れちゃいましたね、何年経ったかというね。だいぶ前にから生きてるんですか？もうだいぶ前だね、昔ね。もう何万年とかいう？いや1900年代、あれは1930年とか40年だったのかな。そんぐらいの時そんなもんですよに作られて凍らされてたんですね。そうですね、その時のなんか自分の青春時代の曲とかってどういう曲なんですか？30年代40年代の音楽は覚えてないけど、その頃の時代のは覚えてないけど、なんだろうな、壊れかけのレディオとかめっちゃ壊れかけのレディオ知らない？徳永英明でしょ。英明徳永、そう知ってますよ。英明徳永、そう知ってますけど、素晴らしい曲だよ。30年代に作られて青春が壊れかけのレディオっておかしいないですか？やっぱ俺ら最初はさ、悪いことばっかさせられてたからその青春もクソもないわけだからやっぱ氷にね凍らされてる時はさ、落ち着いてたわけじゃん、やることもねえし、その頃にやっぱ壊れかけのレディオね聞いて普通のなんか人間のおじさんぐらいの年代でも本当に汚れもないままに聞いてましたもんだるいな持ってんな真水コーダン持ってるやんアイドルとかアイドル好きやったアイドルとかアイドル、日本のね、日本のなんだろうな、リボンかな。リボン俺分からへん。ちょっと待ってリボン多分分からないかな。俺分からへん。長崎ひろみさんだ。長崎ひろみさんが最初にさあれですね、がいらっしゃったの。そう、3人組だったね。長崎ひろみさんってそうなんですか？そう、アイドルやってる。だからあの年代ってことになってきません？だから年代？じゃあだから氷漬けにされてたからなかったのよ、そのね、みんながそのアイドル好きになるとかそういう精神だから俺ら2010年から必死に取り戻してるってだけだ。なるほど。でリボン行くね、分かるよ、随分なタイムラグがあるからって随分なタイムラグ自覚ありますよね。かなりのタイムラグがあるけど、やっぱ今の時代さ YouTube とかいろいろこのご覧いただいてる YouTube もあるし、俺らが
漁ったりするとなんかこの年代落ち着くなみたいなっていうのがあったり。決してその年代ではないけど、違う何言ってるか分かんない本当になんか落ち着いちゃうなみたいな。なんか落ち着いちゃうなみたいな。ゲームで言ったら多分、スーパーファミコンとか普通のファミコンとかの方が落ち着くっていうことなんですかね。そうね、ゲーム喫茶とかあるじゃないか。ゲーム喫茶なんかバーとかでさ めっちゃファミコンとか置いてあるようなところがあるじゃないか。やっぱスーファミ触ってる時テンションめっちゃ高いよめちゃくちゃ高いよ。1990何年に出てきたんやったらもうプレステとかじゃない本来。そうじゃないですか。出てきたのは2010年だけど。2010年ですか。そうでもプレステ3とかそんなんじゃないですか。まあなんかね随分と難しくなってったよねゲームはね本当にねどうやらそれでハマんのがスーファミってやっぱおかしいと思うな。いやそんなことないよ。やっぱ、ファミコン魔界村とか最高だよあれまともにクリアしたやついんのかな。やばい、超魔界村をね俺らツアー中ずっとやってたんですよマジでマジムズだからね。マジでムズ、あのシステムがまずおかしくない？ダメージ食らうと鎧が脱げるってどういうこと？裸になる。そう、そしてふんどし履いてるってどういうこと？ムカつくんですよね。何回やってもダーントララーントラララッ最終的に死ぬ時の飛ぶ骸骨がねめちゃくちゃ楽しいんだよね。みたいな。あれね2段ジャンプを極めないと越せないんですよじゃあどうでもいいどうでもいい。視聴者の方からの質問で、猪狩の好きなところ嫌なところいいところ悪いところ。いいとこ悪いとこ。いやいいとこねやっぱね俺らとかさ俺らのバンドとかやっぱりこのシーンの中では多分ほとんど同じぐらいの頃からやってると思うんだよね。でも自分たちのバンドってやっぱそれなりに特殊なバンドというか、あまりみんなと一緒にずっと同時期にマン・ウィザ・ミッションがそのバンドとして活動してたわけでもないのに、やっぱ一番最初に会った時からものすごい気さくにそのバンドメンバー全員がね話してくれて、そういうふうにシーンの中にもね溶け込めるようなその空気作ってくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいことで嬉しかったです。やっぱね憧れちゃってるわけよ。一緒にやってきたその仲間とかと一緒にいてその歴史とかも分かっちゃってるわけじゃん、例えば10代の頃からそのなんか雰囲気っていうのはめちゃくちゃかっこいいなって思って。そんな思ってくれてたんですか。全然めちゃくちゃ悪い。なんか自分たちの盟友みたいなのもいるじゃんか、バンドでいうと例えばコールドレイとかシムとか、そういったのでなんかそのシーンをまた新たに盛り上げられるってだけのそのポテンシャルとかも秘めてると思うし、もう実際そうなってると思うし、バンドが好きだからさそのシーンごとなんか盛り上げていくその様っていうのがものすごくなんか見てて心強いな嬉しいなって思うし、なんか憧れてる部分というか。そんな思われてると思わへんかった。すごい嬉しいですね。いいね、素晴らしいこと聞けたね。普段全然そんな言ってくれへんの。言わないね、こういうこと絶対言わない嬉しいですね。これは単純に嫌なとことか悪いとこありますか。嫌なとこ悪いとこでも俺一個だけちょっと本当に謝ってほしいことあるなマジで謝って。なるほど。一回さ対バンした時にさ飲み屋でバーでね一緒に飲んでて、途中で猪狩が知り合いの女性を連れてきたのね。で僕なかなかお酒も入ってて酔っ払ってたんですけれども、しばらくその猪狩となんかボイトレのアプリかなんかの話したんだな。してました。そうなんか変な発声練習してますけどどんななんですかっつって、このアプリがどうのこうのでそしたらその女性の方が「何ですかそれめちゃめちゃなんか良さそうですね」みたいなこと言って「歌とか歌われてる方ですか?」って質問しちゃったのよ。それでその時に「はい」みたいな感じだったんだけど、後から聞かされたらあれパフィーのアミさんだったやべえ。歌を歌われてる方ですかってお姉さん歌歌ってるんですかって普通に聞いてて、でこのねアプリこれが良くてこんな感じでいいんですよ、歌よくしたかったらこのアプリいいと思うんですよで俺その後アミさんに会ってめちゃめちゃいい人だから「いやあの時めちゃくちゃ面白かったよ」って言われて土下座して謝ったけどこいつもこいつで後日メールで「じゃんけんさん」って「あれパフィーのアミさんだってこと分かってました」もうちょっと最初に大々的に紹介してよって
って言おうと思ってんけど、すごい熱くじゃんけんさんが語ってたから一回ほっといた方がおもろなりそうなと思って。あれはマジこいつ悪いと思ったの。めちゃくちゃ悪いやつだ。ハミちゃんはずっと半笑いで聞いてた。それは説はすいません。ちょっと面白がってました。いやマジで、まあでもおかげでね、本当もう鉄板ネタの一つとしていろいろ話させていただいてます。フェスとかで一緒になることあるじゃないですか。はいはいはい。そのなんていうんですかね、かぶり物でめちゃめちゃしんどくなるっていうかぶり物っていうの。端的に言うと暑いよ。想像以上にね。端的にうちらだって結構ヒーヒーになってることあるじゃないですか。やばいとかってなってるのに。一回ライブハウスでどこだっけ、宇都宮のライブハウスでなんかめっちゃ酸素薄いとこなのね。ヘブンズロック。そうそうヘブンズロックで、酸素薄いなみたいな、そのタバコ吸う人とかもなんかライターつかねえなみたいな感じでなってて、でまあライブ普通にやってたんですけど、うちの DJ たまにその観客に飛び込んだり、ね、ちょっと動き回ったりするんですけど、帰ってきたらただでさえ喋んないから分かんないのよね、喋んないから分かんないんだけど、なんか違うとこ向かってんなと思ったら非常口からバッて出てって俺の MC 中にバッて出てってなんかね1分ぐらい帰ってこなくて酸素どうやら、吸入してんだなってさ一生懸命吸ってんだな喋れないゆえの切なさ。あとね、お客さんからの質問で、はい、実は何回か整形してますよねっていう質問があって、なるほどね、はい、ちょこちょこ整形してるんですかこれ。まあ僕らの画像をね2010年から時系列で並べていただくと分かるんですけど、まあ随分顔変わってるんですよねこれは逃れようのないプチ整形ですねこれやっぱちょっと年に何年かに一遍ぐらいちょっと整形しないと、なかなか汚れてきて。いやいや、そう汚れとかじゃないよあれはもうなんかそれも最近はねもう全然そういうのあんま厳しく言う時代じゃなくなってるじゃないですか、整形とかそういうことじゃないですか。僕もその時流に乗っかっててか前からねやってたってだけちょっとバレちゃったりもして。ああ、なるほどなるほど。すごかったもんだって。やっぱ俺最初なんか多分顎5センチぐらい横にずれてたのかなってでもあの頃の顔が好きっていうやつもいるんだよね。なんかなるほどなって、あの頃の顔ってどういうことって思いました。もし、自分がどのバンドにも入れるってなったら、入りたいバンドはいますか？うわすごいなそれ。すっごい夢見るのがレイジ・アゲンスト・マシーンがもし来日するようなことになって、なんか例えばよくゲストボーカルとかあるじゃないですか、そういうので俺マジで全曲空で歌えるんでやらせてくださいなるほど。レイジ好きなんですね。レイジはやっぱ衝撃的だったね。もともと俺どちらかというとなんだろう、90年代にそのオルタナギターロックとか、スマパンだったりニルヴァーナ、やっぱレイジ・アゲンスト・マシーン聞いた時のこれなんじゃこれっていう衝撃はやっぱいまだに忘れられなくて、で実際コピーとかもやったりもしたし、でやっぱり自分のそのラップをするっていうところももう影響を受けてないとは言えないぐらいね、その節回しとかあるし、海外のねツアーとかでいろんな人がゲストボーカルって感じで、よく夢見ましたよ。これちょっとレイジちょっと一回歌わせてほしいな。実際レイジはそうやってゲストボーカルを迎えることとかもあるんですか？レイジの人絶対ないでしょあのバンドは。ないんですか？いやすげえ気難しそうじゃないあのバンド。いや全然知らないですよ。あ、そうなんだ。レイジ・アゲンスト・マシーンは全然通ってない。あんまり通ってないです。やっぱどちらかというと政治色のすごい強いバンドでもあるし、ギターの人トム・モレロ。トム・モレロが多分プロフェッツ・オブ・レイジで来日してたんですよ、ワープドツアージャパンで共演させてもらって、マジでプロフェッツ・オブ・レイジいて、でそのトム・モレロいたんですけど、でなんかこの人知ってんなと思って、すごい「アメージング」みたいに言ってくれたんですよ。マジで？平然ことめっちゃ羨ましい。そんなも普通に「お疲れしたお疲れした」って言って普通に帰りました。俺の亜美さんと同じぐらい失礼だ。はい、というわけで
いろいろ聞けたんで今日もありがとうございます。いやこちらこそ楽しかったです。結構いろんな話聞けましたね。いやあんまこういう話もすることないしね。ね、なかなか結構音楽的な話できて俺的にはすごい楽しかった。本当。飲み会とかだとねあんま話さない話だともあるし、ありがとうございます。こちらありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったです。視聴者の人もね多分過去最高に質問をいただいたんで本当に、はい、できるだけ質問してみましたんで、またなんかこういう人と対談してほしいとか、じゃんけんさんにまた違うこういうことを聞いてほしいとかありましたらコメントの方に書いといてください。というわけで今日はこの辺で終わりだと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後こちらです。取れこらというわけで今日はこの辺で終わりだと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後こちらです。いやちょっと本気で取りに行ったんですけど普通に取れませんでしたねなぜか首が伸びてましたね顔ですからね、いやすごいね、やっぱ究極の生命体でした、正体はそのままでしたというわけでまた YouTube で会いましょう。さよなら。